水杯も浮かみに出て共におぞ嬉しきまた共におぞ嬉しき。こんにちは、宇高達重です。よろしくお願いします。僕は能楽師という仕事をしています。初舞台は3歳の頃でした。でもあまり舞台のことがですねよく分かっていなかったので、2階席にいる母親を見つけて笑ったり、挙句の果てには舞台の上で寝てしまいました。こんな初舞台です。小学校の頃ですね、よく友達に「お能って何なん?」とか「そんな面白いの?」って言われたんですけれども、その時の僕はうまく答えることができませんでした。それで時間が過ぎて今の僕がいるわけなんですけれども、今なら友達に「お能って面白いよ」っていうことができるようになりました。皆さんはお能を見たことはありますか？はい。まだ見たことがない人の中にはこういうイメージを持っている人たちが多いと思います。難しい、敷居が高い、自分なんかが見に行ったら退屈して寝てしまうかもしれない、その気持ちはよくわかります。僕もこんな状態から今面白いと言えるようになるまで、なったんですね。じゃあどうしたら面白いようになるか、それはですね、自分とのつながりを見つけるということです。お能なんて関係ないと思っていたとしてもですね、そこから一つつながりを見つけることでどんどんお能が面白くなっていくんですね。能は日本の仮面劇です。これが能面です。ヒノキでできてます。種類は200種類ぐらいあります。この女性は平安時代のお化粧をしています。眉を剃って上に描いてお歯黒を施しています。現代のお化粧とかなり違うと思います。この女性、恋をしています。これは現代の女性でも同じ心だと思います。恋人になかなか会えない時というのは、このように下の方を向けていって寂しそうな顔をします。そこに恋人が訪ねてくると、このように嬉しそうに笑いかけます。お分かりになったか、ちょっと自信がないんですが、能面は表情を変えることのできる仮面なんです。この仮面を使ってですね、少しパフォーマンスをしたいと思います。井筒という曲の中で、登場する女性は有原業平の初恋の相手です。やがて2人は結ばれて夫婦になるんですけれども、亡くなってこの世を去った後もその恋人のことを思い続けます。業平の形見の衣を身にまとって昔を思い出します。ではちょっとこの仮面を使って歌いを歌ってみたいと思います。あだなりと何こそ立てれ桜花、年にまれなる人も待ちけり、かように読みしも我なれば、ひとま
つ女とも言われしなり、我つついずつの昔より、まゆみ月弓年を経て、今は亡き世になりひらの片身の脳死身に触れて夏しや昔男に移りまい。能楽師は能面を扱うときは袴を履けと言われます。それはこの能面、そして登場人物でこれを代々伝えてきた役者に礼儀を尽くすということです。代々の役者が礼儀を尽くしてきましたので、例えば500年前の能面を今でも舞台の上で使うことができます。能面に礼儀を尽くして扱うというその心が今の能役者と昔の能役者とつながっているんですね。心がつながっています。この能面の視界がどれぐらい狭いかというのを皆さんに体験していただきたいと思います。ちょっとカードをご用意していただいて、目に当ててみてください。はい、ちょっとマイクがあれですけども、このようにするとかなり見えません。上と下が逆の方がいらっしゃいます。これで歩くとフラフラしてしまいますので、腰を落としてすり足をすることになります。そしてすり足をして歩くということで、ダンスの方法としては上下運動の踊りではなくて旋回運動の舞になります。舞うという言葉は回るが語源だそうです。次に能の表現方法について、お話をしたいと思います。今からやる動きを皆さん想像してみてください。刀を抜く、筆を使う。こうやるとお酒を飲むことができます。このように能の表現というのは皆さんの想像力をお借りして、表現していくやり方なんですね。幽玄と言われるような表現方法というのは、あえてそのものを隠してしまって見えない部分を想像してもらうというような表現方法です。例えば春になると山に桜が咲きます。きれいだなと思いながらついつい見とれてしまうというような感じになるわけですね。この想像力をかきたたせるっていうのが僕たち役者の仕事です。例えば近くの桜だとか遠くの桜だとか、このようにスピードで距離感を出したりすることもできるわけですね。想像力を使うというのは少し大変なことなんですけれども、幽玄と想像力が合わさった時にはとっても自由になります。それでは
今から短い舞をお見せしたいと思います。湯屋という曲の一節で、清水寺から春の京都を眺めるというシーンです。今やった桜を見るという動きと歌いとでやってみたいと思います。立ち出て峰の雲、花やあらん初桜の、こんな感じになります。もう一つお見せしたいと思いますが、殺生石という曲の一節で、僕は狩人の役をします。これは弓に見立てます。で、9尾の狐を追っていくんですけれども、狐はその辺りにいるので皆さんで想像してみてください。そして追っかけていって矢を打つんですけれども、最終的に僕は狩人から狐に、この弓は矢に変わって矢を射られるというところをお見せします。身を何となすのの腹に現れいでしを狩人のおつまくつさくりにつけて矢の下に一伏せられれば即時に命をいたずらに、というような動きです。このようにお能の動きはいろいろな動きを織り交ぜて表現をしていきます。だんだん興味が湧いてきましたでしょうか。さらに今みたいにですね、歌詞をあらかじめ知っておくと想像力というのはどんどん膨らんでいきます。例えば海外のロックバンドのライブに行く前に日本語訳をこう読みながら聞き込むのと同じだと思います。さらに今はインターネットというものがありますので、調べることは簡単にできます。もしかしたら現代がお能を一番楽しむことができる時代なのかもしれません。想像力というのは人の心を豊かにします。そしてこの豊かな心は昔の亡くなってしまった人の心と通じ合ったり、失われてしまったきれいな景色をイメージしたり、場所や時間を超えてつながることができます。さらに未来の人たちも僕たちとその想像力でつながることができます。伝統芸能は昔に始まった芸能なんですけれども、今を生きている芸能です。さらにその伝統には未来があります。今日ここで興味を持っていただいた方々のつながりと想像力を使ってこれからの未来を作っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。